仕事が早く終わり、娘に会いたい一心で面倒を見ている夫に連絡をせず、急いで家に帰った私。しかし家に着くと玄関が閉まっている。公園に遊びに行っているのだろう。そう思ってリビングに入ったところ、娘が倒れているのを発見。部屋の温度は40度はあると思う灼熱の暑さ。私は夫に電話をした。もしもし。もしもし？あなた今どこなの？どこって、ヒカルと公園で遊んでるよ。今電話しても大丈夫なの？私は憤りを抑えながら答えた。ええ、私仕事が終わって、今家にいるから。私は花形優、35歳。夫の修とは大学時代の同級生で知り合った。夫は成績優秀で、性格は自信家。プライドが高くてかなりの野心家である。そんな夫の強引な性格なところが少々気になっていたものの、決断力と行動力があるところが当時の私にはかっこよく見えていたのだ。大学を卒業してから夫は一流企業に、私も大好きな美容関係の仕事が決まった。就職して半年で私たちは結婚したのだ。入社してから夫は若手のホープと期待されて順調に出世街道を登っていた。それから3年が過ぎたが、夫は仕事で異変が起きていった。夫の後に入社してきた新人がかなりの実力者だったのだ。その新人たちが力をつけ始め、夫は完全に押されていたのだ。気がつくと、夫は新人に次々とポジションを取られていき、結婚後は残業で休む間もなくせわしくしていたものの、今はほぼ定時で上がり帰ってくる日々となっていた。夫とは反対に私は仕事が順調に進み、今ではチームリーダーを任されるまでになっていった。残業も多く、かなり毎日忙しい日々を過ごしていたが、夫はもともと亭主関白なので家事は一切せず、私が一手にしていた。ただいま。遅いな。ごめん。なんで連日遅いんだよ。だって、仕事がなかなか終わらなくて。腹減ってるんだけど。うん。すぐに支度するから。私は待たせている夫をいつも申し訳ないと思っていた。そしてご飯を食べている時、私が話しかけても夫はずっとテレビを見て全く返事もなく、完全に会話がない夫婦となっていたのだ。このままでは夫との生活が終わってしまう。私はどこかで夫との関係を修復したいと思っていたのだ。そんなある日、私は体調が悪く仕事を休み病院に行った。すると、意外なことを医師に言われたのだ。おめでとうございます。妊娠されていますよ。実は私は結婚してから早く子供が欲しいと思っていたが、なかなかできず悩んでいた。そんな中での突然の妊娠はとても嬉しく、早く夫に知らせたいと思い、家で夫の帰りを待っていた。ただいま。お帰り。さ、ちょっと報告があるんだけど。何？実はね、妊娠していることが分かったの。え？夫は目を丸くして私を見た。妊娠3ヶ月だって。ねえ、やっと授かったわよ。やっと。私はあまりの嬉しさに泣きそうになった。しかし夫は私をじっと見た後に、ふーん。と言ってリビングに行ってしまった。ねえ、あなた、子供ができたのよ。嬉しくないの？私は夫のそっけない態度が信じられず、思わず詰め寄って聞いた。で、どっちなの？どっち？何が？男が女、どっちなの？そんなの、まだ小さいからわかんないよ。俺、男がいいんだけど。そう言って、ご飯を食べ始めたのだ。妊娠報告の時は、そっけない夫の態度だったが、
無事出産して子供の顔を見れば気持ちは変わるだろうと、私はそう思っていた。そして10ヶ月が過ぎ、私は無事女の子を出産し、名前を光と名付けた。病院には私の両親と義両親が来てくれて、代わる代わる光を抱っこして出産を喜んでくれたのだ。しかし、夫の態度は真逆で、私が陣痛の時もそばにいてくれず、立ち会いもしなかった。極めつけに、生まれた光の顔を見て、なんだ、女かよ。夫はボソッと言っただけで、生まれたての光を抱っこすることなく、ただ椅子に座ってスマホゲームをしていたのだ。それから3年が過ぎ、光も3歳になった。光はよく食べてよく寝る子で、元気にすくすくと育ち、日を追うごとに可愛さは増していった。しかし夫は相変わらずで、光の面倒といえば、保育園のお迎えに行くだけ。家に帰ってからも遊ぶことを全くせず、常にゲームばかりしていたのだ。そんな光も幼稚園に通う年齢になり、これからもっとお金がかかる年齢になっていく。夫は新人に追い抜かされて以降、仕事への情熱は消え、今も平社員。自分の給料はほぼ家に入れず、ゲームや競馬など、ほとんど自分の趣味に使っていた。このままでは光を養っていけないと思い、私はさらに仕事を頑張った結果、出世をしていった。そして、今では役職がついたのだ。しかし出世すると、今度は出張が入ってきたのだ。出張に行くと、帰る時間が遅くなることが多くなり、中には泊まりがけの出張もあった。両親が近くに住んでいるので、時々光を預けることもあった。しかし出張が入ってくると、頻繁に預けることが多くなると思い、両親もまだ仕事をしているので、そこまで頼ることができない。やはり、夫にもっと協力してもらわないと。私は夫に理解してもらうため、思い切って話を切り出した。ねえ、話があるんだけど。あ？何？来月から出張が入ってきて、帰りが遅くなる日が続きそうなの。なんだと？家に帰るのが遅くなる？ご飯どうすんだよ。まずは光のことを気にするでしょ。私は夫がいかに自分のことしか考えていないかがわかり、かなり愕然とした。しかし落ち込んでいる暇は私にはなかったので、夫に協力をお願いした。ご飯は朝作っておく。泊まりがけの出張の時は作り置きしておくから。泊まりがけ？泊まりもあるの？取引先によっては泊まりがけもあるの。だから、光をしっかり見てほしいんだけど。なんで俺が面倒を見なきゃいけないんだよ。俺だって仕事があるんだぞ。もちろん分かってるわよ。ただもう少し協力してほしいの。協力って、そもそも出張断ればいいだろう。断れないわよ。今は役職がある立場だし。役職がある立場？なんだよ。それは俺に対しての嫌味かよ。嫌味じゃないわよ。光だってこれから大きくなればお金かかるし、だから頑張って稼がないと。それを聞いた夫はさらに怒り出し、机を叩きながら言った。お前、出張とか言って、結局は出世したことを俺に自慢したいだけだろ。光のことなんて知らねえよ。お前がどうにかしろ。そう言って夫は風呂場に行ってしまったのだ。結局私は会社側に子供がまだ小さいとの理由で、出張はなるべく控えたいと会社に頼むことにした。会社側も最初は理解してくれたが、仕事が進むにつれ、やはり出張を外して仕事をすることが難しくなり、会社側からも出張に行ってほしいと言われたのだ。しっかり稼いで、光を育てないと。私は改めて、夫にお願いすることにした。ねえ、この間言ってた出張のことなんだけど。私は恐る恐る話し始めた。出張？
行ってきたら？夫はテレビを見ながら言ったので、私は話を聞いていないと思い、再度夫に近づき、しっかり目を合わせ聞いた。出張に行きたいんだけど。うん、いいよ。俺が光の面倒をしっかりと見るから、泊まりがけの出張も行っていいよ。絶対言い合いになると思っていた私は、拍子抜けをした。本当にいいの？出張に行って。仕事だから仕方ないじゃん。どんな心境の変化があったのかはわからなかったが、とりあえず夫が出張に行くことを許してくれたのは嬉しかった。しかし、これまで光の面倒を一切見ていない夫に本当に任せてもいいものか、私は悩んでいた。そこで私は出張に行く前に夫に光の世話をすべて教え始めた。光はオレンジジュースが好きだから、絶対におやつの時間には飲ませてね。わかった。おむつを取る練習もしているから、なるべくトイレに行きたいって言ったら、すぐ行ってほしいの。はいはい。本当に夫は、光の面倒を見てくれるのか心配だったが、しっかり私の話を聞いて、光のお世話をしてくれるようになったのだ。もう大丈夫だろう。私はこうして、出張に無事行くことができるようになったのだ。それから1ヶ月後、今日は久しぶりの休みで、光と2人で遊びに行った。光はずっと私にまとわりついてきたので、かなり寂しい思いをさせているんだと思うと、少し罪悪感が出てきた。しかし、夫と過ごしていることを楽しく話してくれたので、私は安心して聞いていた。この前、美味しいカレーを食べたの。パパが作ってくれたんだ。よかったね。料理のうまい人が作ってくれたの。料理のうまい人？私はきっと、近くに住んでいる両親が来てくれたと思ったのだ。よかったね。おばあちゃんが作ってくれたんだね。料理のうまい人。私は心の中が一瞬ざわついた。光は両親に懐いているので、母のことを料理のうまい人なんて言うはずがない。しかし夫は出張で遅くなるときは、私に光の写真を送ってくれたり、メールで状況を送ってくれていたのだ。3歳の子が言うことだから気にしなくていいか。私はそう思い直したのだ。それから家に帰ってお風呂に入り、光は服を一人で着た。光、すごいね。一人で着れるようになったんだね。あと一人でお留守番もできるようになったよ。一人でお留守番したの？パパはいい子だねって褒めてくれるよ。いい子だねって。一体どういうことなの？私の出張中に何が？私は光の話を聞くたびにだんだん不安になってきた。その日の夜、夫が帰ってきた。ただいま。おかえり。パパ、おかえり。最近よく一緒にいる夫と光はすっかり仲良くなっていた。パパ、遊ぼう。はいはい。ご飯ができるまで遊ぼうか。夫はそう言いながら光に駆け寄っていったが、その時。あれ？なんかいい匂い。夫からかなりいい匂いがしたのだ。夫は人並みに身だしなみは整えているけど、香水などつける人ではない。私は直感的に何かを感じたのだ。それから3人でご飯を食べて、夫が風呂場へ向かおうとした時、夫は独り言を言ったが、私はそれを聞き逃さなかった。髪はさっき洗ったから、シャワーを軽く浴びるだけでいいか。やはり夫は浮気をしている。私は確信したのだ。私は次の日から証拠をつかむために、夫の持っている携帯や荷物の中身を調べ始めた。普段からガサツな夫なので、証拠はすぐにつかめるだろうと思っていた。しかし、
意外にも夫から浮気につながる証拠が見つからなかったのだ。私が夫の証拠探しをしてから2週間後、その日は泊まりがけの出張の日だった。ねえ、しっかり光のことを見ててよ。もちろんだよ。今日はお前のご両親に預けるし、明日は夕方までは俺が面倒を見るからさ。私は光のことが心配だったので、一日は両親に頼んだのだ。光、いい子にしてるのよ。光の笑顔を見て、私は癒されたが、夫への不安な気持ちは募るばかりだった。そして出張2日目。夫には夕方に帰ると言っていたが、思ったより仕事が早く終わった。夫に連絡しようと思ったが、それよりも光の顔を早く見たかったので、私は急いで家に帰ったのだ。家に着き、ドアを開けようとすると、あれ、鍵が閉まってる。時間は午後3時過ぎ。この時間なら公園に遊びに行っているかもしれないと思ったので、私は荷物を置いてから公園に行こうと思った。玄関を鍵で開けて家に入ると、窓が開いていたがかなり暑かった。私は暑さを我慢して、リビングに荷物だけを置こうと思い行ったら、なんとリビングに光がいて倒れていたのだ。光！私は大きな声で光を呼んだ。倒れていた光はピクリとも動かない。光！光！私は大きな声で光を呼んだ。すると、光はうっすら目を開けて、私を見た。ママ。光！光！生きてるのね。よかった。私は泣きながら光を起こした。そしてすぐにエアコンをつけて、冷蔵庫から水を取り出し、光に飲ませた。光、大丈夫？ママ、帰ってきたんだ。どうやら光は寝ていたようだが、私は両親に電話をかけて、光を病院に連れて行ってもらうようお願いした。なんてことしてくれんのよ。私は夫の怒りに震えながら、携帯に電話をかけた。もしもし。もしもし、どうしたの？あなた今どこなの？どこって、光と公園で遊んでるよ。私は平然と答える夫に、ますます憤りを感じた。今電話しても大丈夫なの？ええ、私仕事が終わって、今家にいるから。おそらく夫は顔面蒼白になったのだろう。それから無言になったので、私はそのまま電話を切ったのだ。そして夫は家に帰ってきた。早かったんだね。仕事終わるのが。あなた、何をしていたの？いや、急に仕事が入って。仕事が入ったって、あなたよく光を一人にしていけるわよね。それに本当に仕事なのかしら？私は机の引き出しの中から封筒を出してきた。これ、見て。私は夫に投げつけるようにその封筒を渡し、夫は封筒の中身を見て固まった。あんた、浮気してたんだね。どうしたんだ、この写真。光を置いて出て行ったのは今日だけじゃないよね。私はあんたが出張中何をしているのかが気になって、更新所に調べてもらったの。そしたら、何その写真。その女、あんたが通ってるスナックの女らしいじゃない。しかもあんた、会社に出勤してないんだってね。私の稼ぎがいいからと豪語していたらしいけど、あんたに渡す金なんて1円もないわ。稼げない男なんてクズだよ。お前は本当に最低。まあ、そんだけ欠勤多かったらクビになるのも時間の問題だし、次の就職先を今のうちに見つけなさいよ。あんたとは離婚して、この写真を証拠にたっぷりと慰謝料を払ってもらうから。私はまとめていた荷物を持って家を出て、実家に帰ったのだ。その後、夫と離婚は成立。写真を証拠に夫から慰謝料300万円、浮気相手から150万円を支払われることになった。
また、生活費のために作った元夫との共同口座も、お金はすべて私が稼いだお金なので、全額引き出し、正式に元夫と住んでいた家から引っ越ししたのだ。その家のローンは支払いがまだ残っているが、名義が元夫の名前になっているので、残りの支払いは元夫が支払うこととなった。元夫はすでに会社をクビになっており無職で、ハローワークに通いながら次の仕事を探しているが、まだどこにも決まっていないそうだ。シングルマザーになった私は、その後も仕事で評価を出し続け、出世コースに入っていった。これからは両親に手伝ってもらいながら、ヒカルとの生活を一番に考え、進んでいこうと思う。